今日の動画は何ですか？日本の神道と神話です。見てね。動画のどこかの場面で日本語で質問が流れますよ。聞き取れたらコメントしてね。田中さん、質問があります。何ですか？何でも聞いてください。日本には神社とお寺がありますね。はい、たくさんあります。神社とお寺は何が違いますか？一番わかりやすい違いは入り口です。入り口ですか？どう違いますか？神社の入り口には鳥居があります。鳥居。あの赤い門のことですか？そうです。赤い鳥居や木の鳥居があります。お寺の入り口には鳥居はありませんか？はい、お寺には鳥居がありません。お寺には大きな門があります。なるほど。中にあるものも違いますか？はい、違います。お寺には仏像があります。仏像は仏様の形をしたお人形ですね。そうです。お寺では仏様に手を合わせます。神社には仏像はありませんか？神社には仏像はありません。神社には鏡などがあります。鏡ですか。面白いですね。神社は日本の神様の場所です。お寺は仏教の場所です。働く人も違いますか？はい、違います。お寺にはお坊さんがいます。お坊さんは頭を丸めている人ですね。そうです。神社には神主さんや巫女さんがいます。巫女さんは白い服と赤い袴を着ている人ですか？よく知っていますね。その通りです。お参りの仕方も違いますか？はい。神社では手を叩きますが、お寺では手を叩きません。お寺では静かに手を合わせるだけですね。そうです。今度一緒に行きましょはい。ぜひ一緒に行きたいです。今日の動画の復習ができるサイトのリンクは概要欄とトップコメントにあるよ。今日は神社に来ました。綺麗で静かな神社ですね。お参りをしたいですが、方法がわかりません。じゃあ、私が教えます。まず、鳥居の前で一礼してください。鳥居をくぐる前に頭を下げますね。そうです。それから、道の端を歩いてください。どうして真ん中を歩いてはいけませんか？真ん中は、神様が通る道だからです。わかりました。あそこに水がありますね。あれは、手水屋です。手を洗う場所です。お参りの前に手を洗いますか？はい。手と口をきれいにしてください。まず、右手でひしゃくを持ちます。左手を洗いますね。次に、左手でひしゃくを持って、右手を洗います。口はどうやって洗いますか？左の手に水をためて、口をすすいでください。ひしゃくに直接口をつけてはいけませんね。はい、いけません。最後に、ひしゃくを立てて、持ち手を洗います。準備ができました。次は神様の前に行きます。お賽銭箱に、お金を静かに入れてください。鈴があるときは鈴を鳴らしますか？はい。鈴を鳴らしてからお参りをします。お参りはどうやりますか？二礼、
二拍手、一礼です。まず、深く2回頭を下げますね。次に、胸の前で手を2回叩きます。その後、手を合わせて願い事を言いますか？そうです。最後に、もう1回深く頭を下げます。少し難しいですが、覚えました。じゃあ、一緒にやってみましょう。神社の前にある赤い門の名前は何ですか？わかったらコメントしてね。日本にはたくさんの神様がいますね。はい。日本には八百万の神様がいると言われています。八百万ですか？それはとても多いですね。本当に八百万あるという意味ではありません。たくさんという意味です。どんな神様がいますか？例えば、山の神様や海の神様がいます。自然の中に神様がいるのですね。木や岩にも神様がいます。大きな木に縄がありますね。はい、神社で見たことがあります。あれは神様の印ですか？そうです。他にも食べ物の神様や台所の神様もいます。台所にも神様がいますか？驚きました。家の中にいろいろな神様がいます。トイレの神様も有名です。トイレにも神様がいるなんて面白いです。ですから、日本人は家をきれいに掃除します。神様が怒らないようにするためですね。そう思います。道具にも神様が宿ると言われています。長い間使った道具ですか？はい。100年使った道具には神様がいます。物を大切にする文化ですね。一番偉い神様は誰ですか？アマテラス大神という太陽の神様です。太陽も神様なのですね。伊勢神宮という有名な神社にいます。私はそこへ行ってみたいです。とてもきれいな場所ですよ。おすすめします。すべてのものに神様がいるという考え方は素敵ですね。だから、日本人は自然を大切にします。勉強になりました。ありがとうございます。どういたしまして。また何でも聞いてください。次の休みに近くの神社を探してみます。神社にお守りがたくさん売っていますね。はい。お守りは神様の力が中に入っています。どんなお守りがありますか？健康のお守りや勉強のお守りがあります。私は日本語の試験があります。どのお守りがいいですか？合格祈願のお守りがいいですよ。勉強がよくできるようになりますよ。交通安全のお守りもありますか？はい。車を運転する人に人気があります。お守りはカバンにつけてもいいですか？はい。いつも持ち歩くカバンにつけてください。ズボンのポケットに入れてもいいですか？ポケットより高い場所や大切な場所がいいです。わかりました。あっちでおみくじを引いている人がいます。おみくじは将来の運を占う神です。一回いくらですか？だいたい100円から300円くらいです。一番いい結果は何ですか？大吉です。大吉が出ると
とても嬉しいです。悪い結果もありますか？今日という結果があります。でも、心配しないでください。今日が出たらどうすればいいですか？神社の木や紐を結ぶ場所におみくじを結んでください。結ぶと悪い運がなくなりますか？はい。神様が助けてくれます。大吉の紙は持って帰ってもいいです。私は大吉を引きたいです。じゃあ、今から一緒に引きましょドキドキしますね。何が出るでしょうか？う。私は中吉でした。普通に良いです。私は大吉が出ました。とても嬉しいです。よかったですね。いいことがありますよ。神社に木で作った板がたくさんありますね。あれは絵馬と言います。願い事を書く板です。今には馬の絵が描いてありますね。はい。昔、日本人は神様に本物の馬をあげました。本物の馬ですか。それは大変ですね。だから、代わりに木の板に馬の絵を描きました。それが絵馬の名の始まりなのですね。そうです。今は馬以外の絵もありますよ。どんな絵がありますか？その年の動物の絵やアニメの絵もあります。面白いですね。絵馬には何を何で描きますか？ペンで願い事と名前を書きます。願い事は何でもいいですか？はい。家族が元気になりますようになどが多いです。漢字で書かなければなりませんか？いいえ、ひらがなでも英語でもいいですよ。神様はわかります。どこに書きますか？絵がある方ですか？絵がない白い方に書きます。書いた後はどうしますか？神社にある絵馬をかける場所に結びます。ずっと神社にありますか？1年間あります。その後、神主さんが燃やします。燃やすのですか？もったいないです。燃やすことで願いが空の神様に届きます。なるほど。素敵な考え方ですね。あなたも1枚書きませんか？はい、書きたいです。1枚いくらですか？ 500円から1000円くらいです。私は日本語が上手になりますようにと書きます。いいですね。きっと願いが叶いますよ。夏になると日本でお祭りがたくさんありますね。はい。お祭りは神社の神様のためのイベントです。神様のためのお祭りですか？そうです。神様に感謝するためにお祭りをします。お祭りでみんなが重い箱を担いでいますね。あれはおみこしと言います。神様が乗る乗り物です。神様の車みたいなものですね。はい。わっしょいと言いながらみんなで担ぎます。どうして揺らしながら歩きますか？おみこしを揺らすと神様が喜びます。神様が喜ぶと町が元気になりますか？そうです。病気がなくなったり、お米がたくさん取れたりします。おみこしは誰でも担ぐことができますか？特別な服を着た人が担ぎます。
ハッピと言います。カラフルな服ですね。かっこいいです。お祭りの夜はたくさんの屋台が出ます。屋台では美味しい食べ物が売っていますね。焼きそばやたこ焼きやかき氷があります。私はたこ焼きが一番好きです。私はお祭りのゲームが好きです。金魚すくいがあります。小さい魚を網ですくうゲームですね。はい。子供たちにとても人気があります。太鼓の音も聞こえますね。あれは盆踊りの音楽です。みんなで円になって踊ります。外国人も一緒に踊ってもいいですか？もちろんです。一色に踊ると楽しいですよ。今年の夏休みはお祭りに行きたいです。近くの神社のスケジュールを調べましょう。はい、お願いします。浴衣を着て行きたいです。浴衣は夏にぴったりの着物ですね。写真をたくさん撮りたいです。楽しい思い出を作りましょう。日本の神社には大きな木がたくさんありますね。はい。神道では自然をとても大切にします。自然の中に神様がいるからですか？その通りです。特に古い木や大きな山は神様そのものです。富士山も神様ですか？はい。富士山はとても大きな神様です。山の近くに神社があります。神社の後ろに山があるのを見たことがあります。それは山を拝むための神社ですね。建物ではなく自然を拝むのですね。そうです。日本人は大昔から自然と一緒に生きてきました。自然の恵みに感謝するのですね。はい。でも、自然は時々台風や地震で怖くなります。そうですね。日本の自然はきれいですが怖いです。だから、神様が怒らないように神社でお祈りをします。自然をコントロールするのではなく大切にするのですね。そうです。だから、神社の中の木を切ってはいけません。木を切ると神様が悲しみますね。はい、いけません。神社は緑が多くて空気がきれいです。行くだけで気持ちが良くなります。そこをパワースポットと呼ぶ人もいます。神道にはキリスト教やイスラム教のような聖書はありますか？いいえ。神道には聖書のような本はありません。本がないのにどうやって教えますか？本はありませんが、お祭りや毎日の生活の中で覚えます。心の中で自然を敬うのですね。はい。それが一番大切なことです。とても深い考え方だと思います。外国の人にもこの心を教えたいです。きっとみんな感動すると思います。今日はいい話ができました。ありがとうございます。日本の古い家に行きました。リビングに小さな家がありますか？小さな家ですか？あ、それは神棚ですね。神棚。それは何ですか？家の中にある小さな神社です。壁の高い場所にあります。
どうして高い場所にありますか？神様を見下ろしてはいけないからです。大切な場所です。神棚の中には何が入っていますか？神社でもらったお札が入っています。お札は神様の名前が書いてある紙や木ですね。そうです。お札を入れることで家に神様が来ます。毎日神棚に何かしますか？はい、毎日新しい水とお米とお塩をお供えします。食べるものを神様にあげるのですね。そうです。朝、家族の健康をお祈りします。お祈りの仕方は神社の前と同じですか？はい、同じです。二礼、二拍手、一礼をします。毎日やるのは大変ではありませんか？習慣ですから大変ではありません。感謝の気持ちです。最近の新しい家にも神棚はありますか？最近は少ないですが、小さくてモダンな神棚もありますよ。白くてシンプルなデザインですか？はい、アパートの壁にも簡単につけることができます。お店や会社にも神棚がありますか？はい、ビジネスが成功するように多くの会社にあります。日本人はいつも神様と一緒にいるのですね。そうですね。目に見えませんが、守られている安心感があります。私の部屋にも置くことができますか？はい、神社でお札を買えば置くことができますよ。今度、お札を買いに行きます。一緒にいい神社を探しましょ日本人はどんな時に神社に行きますか？特別な日に行きます。一番有名なのはお正月です。1月1日ですね。何と言いますか？初詣と言います。一年の最初の最初にお参りをします。初詣にはたくさんの人が来ますか？はい、とても混みます。夜中から並ぶ人もいます。寒い中並ぶのは大変ですね。でも、新しい年を神様と迎えるのは気持ちが良いです。他にはどんな日がありますか11月に七五三というイベントがあります。七五三。数字ですね。3歳、5歳、7歳の子供のお祝いです。子供たちがかわいい着物を着ているのを見ました。それは七五三ですね。神社で健康を祈ります。子供が病気にならないようにお願いするのですね。そうです。千歳飴という長い飴を食べます。長い飴にはどんな意味がありますか？長生きできるようにという意味があります。面白いですね。大人のためのお祝いもありますか20歳になった時、成人式で神社に行く人もいます。結婚式を神社でやる人もいますかはい。神前結婚式と言います。伝統的な着物を着ます。白い着物ですかはい。とても綺麗ですね。日本人は人生の節目に必ず神社に行きます。生まれた時も行きますかはい。お宮参りといって赤ちゃんが生まれた時も行きます。生まれてから大人になるまでずっと神社と一緒ですね。だから日本人の心に神道があります。
よくわかりました。ありがとうございます。日本の文化を知ることは楽しいですね。神社の入り口にある鳥居についてもっと知りたいです。鳥居はとても大切な意味を持っています。どんな意味ですか？ただの門ではないのですか？鳥居は神様の国と人間の国の境界線です。境界線ですか？つまり鳥居の向こうは別の世界ですか？そうです。鳥居から先は神様の神聖な場所です。だから入る前に一礼するのですね。その通りです。お邪魔しますという気持ちです。鳥居の形はいろいろありますか？はい。形や色が少しずつ違います。赤い鳥居が多いのはどうしてですか？赤い色には魔除けの力があると言われています。悪いものが入らないようにするためですね。そうです。木や石で作られた赤くない鳥居もあります。京都の伏見稲荷大社にはたくさん鳥居がありますね。千本鳥居ですね。トンネルみたいで綺麗です。どうしてあんなにたくさんありますか？願いが叶った人がお礼に鳥居を建てたからです。感謝の気持ちがたくさん集まったのですね。海の中に鳥居がある神社もありますよ。広島の厳島神社ですか？写真で見ました。水の上に浮いているように見えてとても神秘的です。鳥居をくぐると空気が変わる気がします。それはあなたが神聖な空気を感じているからです。神社に行くと心が静かになります。神様の世界に入ったからですね。鳥居の意味を知ってもっと神社が好きになりました。次に行くときは鳥居をよく見てください。はい、形や色の違いをチェックします。楽しい神社巡りになりますよ。最近、日本のアニメをたくさん見ています。アニメの中によく神社が出てきますね。そうですね。日本のアニメには本物の神社がよくモデルとして登場しますよ。本物の神社ですか？ファンがその神社に行くこともあるんですか？はい。それを聖地巡礼と呼びます。世界中からファンが集まりますよ。聖地巡礼ですか？面白い言葉ですね。例えば、どこの神社が有名ですか？東京の秋葉原の近くにある神田明神という神社がとても有名です。神田明神ですか？どんなアニメに出てきますか？アイドルのアニメやたくさんの人気作品に出てきます。神社の中にアニメのポスターもありますよ。神社の中にポスターがあるんですか？それは驚きました。はい。神社とアニメの会社が一緒にイベントをすることもあります。アニメに出てくる巫女さんも人気がありますよね。そうですね。巫女さんのキャラクターが好きで、神社に興味を持つ外国人も多いです。聖地巡礼をする人は神社で何をしますか？普通のお参りもしますが、アニメの絵が描いてある特別な絵馬を描きます。アニメの絵馬ですか？ファンの人が自分で絵を描くのですか？はい。とても上手にキャラクターの絵を描く人がたくさんいますよ。それを見るだけでも楽しそうですね。ええ。神社もファンを歓迎していますから、とても賑やかです。私が好きなアニメにも古い神社が出てきました。今度名前を調べます。
ぜひ調べてみてください。きっと日本に本物のモデルがありますよ。もし見つかったら、旅行の時に行ってみたいです。写真を撮るのも楽しいですが、神社のマナーも守ってくださいね。はい。静かに参拝して、他の人の迷惑にならないようにします。いいですね。アニメの世界をリアルに体験するのは最高の思い出になりますよ。今から調べるのがとても楽しみです。日本にはアニメの聖地が数千以上あると言われています。数千ですか？全部行くのは大変ですね。ええ。まずは一番好きなアニメの場所から始めてみましょそうします。まずは東京の神社から探してみますね。う。応援しています。良い場所が見つかるといいですね。友達がきれいなノートを持っていました。神社でもらったと言っていました。それはきっと御朱印帳ですね。神社で御朱印を集めるためのノートです。御朱印ですか？それは何ですか？神社にお参りした証明として、神職の人が墨と朱肉で書いてくれる特別な文字やスタンプです。スタンプラリーみたいなものですか？似ていますが、スタンプラリーよりずっと神聖なものです。神様の分身とも言われています。神様の分身ですか？大切にしなければなりませんね。はい。だから、専用のノート以外に書いてもらうことはできません。御朱印帳はどこで買うことができますか？大きな神社の社務所で売っていますよ。色やデザインがいろいろあって綺麗です。いくらくらいですか？ノートは1500円くらいで、御朱印自体は300円から500円くらいです。すべての神社でデザインが違いますか？はい。神社の名前やその神社のシンボルのマークが入っています。もらうときはどうすればいいですか？最優先として必ず最初にお参りをしてください。お参りの前に御朱印だけをもらってはいけません。わかりました。お参りの後で社務所に行きますね。そうです。御朱印帳を開いて、お願いしますと言って渡します。その場で書いてくれますか？はい。目の前で書いてくれることが多いです。とても美しい文字ですよ。外国人ももらうことができますか？もちろんです。日本の旅行の素晴らしい記念になりますよ。私は文字を見るのが好きなので、とても興味があります。では、次の休みに御朱印帳を買いに行きましょう。はい。最初の御朱印をもらうのが楽しみです。集めた御朱印帳は、家に帰ったらきれいな場所に置いてくださいね。わかりました。本棚に投げ入れてはいけませんね。はい。大切に扱うと、良い運気が来ると言われています。日本の伝統的なアートみたいで素敵です。そうですね。一冊のノートが最高の思い出のアルバムになりますよ。早く集め始めたいです。じゃあ、まずは近くの大きな神社に行ってみましょう。神社の入り口に犬のようなライオンのような石の像がありますね。あれは狛犬と言います。神社を守るための守護獣です。狛犬ですか。左右に2頭いますね。はい。よく見ると、右と左で顔や口の形が違いますよ。
本当ですか？どう違いますか？向かって右側の狛犬は口を開けています。左側の狛犬はどうですか？左側の狛犬は口を閉じています。どうして口の形が違うのですか？これは日本のあうんという考え方です。右はあーで、左はうんの形です。世界の始まりと終わりという意味があると聞いたことがあります。よく知っていますね。二頭で一緒に呼吸を合わせているという意味もあります。狛犬はどこから日本に来ましたか？大昔にエジプトのスフィンクスやインドのライオンの文化が中国を通って日本に来ました。スフィンクスがルーツですか？それは歴史が長いですね。はい。日本に来てから今の犬のような形になりました。狛犬の仕事は何ですか？神社の中に悪いものや魔物が入らないように見張りをしています。だから入り口でこちらを見ているのですね。そうです。神社によっては犬ではなく他の動物の場所もありますよ。犬以外の動物ですか？例えば何ですか？イノシシやトラ、あるいはネズミの像がある神社もあります。ネズミですか。それはかわいいですね。その神社にいる神様と関係がある動物が選ばれます。今度神社に行くときは、入り口の動物をよく見ます。ええ。顔の表情も神社ごとに全然違って面白いですよ。怖い顔だけですか？いいえ、時々笑っているような可愛い顔の狛犬もいます。写真を撮ってもいいですか？はい、大丈夫です。外から静かに撮ってください。わかりました。神聖な見張り板ですからね。そうです。敬意を持って見学してくださいね。新しい発見がありそうでワクワクします。お気に入りの狛犬を探すのも楽しいですよ。京都の伏見稲荷で狐の像をたくさん見ました。お稲荷さんですね。日本には稲荷神社がとてもたくさんあります。狐は神道でどんな存在ですか？神様ですか？いいえ、狐は神様ではありません。神様の使いです。神様のメッセージを伝える動物なのですね。その通りです。白い狐なので、普通の狐とは違います。どうして稲荷神社には狐がいるのですか？昔、狐は田んぼのネズミを食べてくれました。だから、お米の神様の使いになりました。お米を守る大切な動物だったのですね。はい。日本人は大昔からお米を一番大切にしてきましたからね。お稲荷さんにお供えするものといえば何ですか？油揚げです。狐は油揚げが好きだと言われています。だから油揚げの中にお米を入れた寿司をいなり寿司というのですね。そうです。いなり寿司をお供えする人もたくさんいますよ。お稲荷さんはどんな願い事を叶えてくれますか？昔はお米がたくさん取れることでしたが、今はビジネスの成功やお金の運です。ビジネスの神様ですか？会社の社長さんに人気がありそうですね。はい。多くの会社の中に小さなお稲荷さんがありますよ。稲荷神社の鳥居は
どうして全部赤いのですか？赤い色には太陽の力や元気になるエネルギーがあるからです。悪いものを遠ざけます。伏見稲荷の鳥居のトンネルは本当に美しかったです。あれは外国人に一番人気の観光スポットですね。はい。私も大好きです。でも、少しミステリアスな雰囲気もありました。そうですね。夕方や夜に行くと少し怖い感じがすることもあります。狐に見られているような気がしますね。ええ。神様の使いですが、いたずらをしてはいけませんよ。もちろんしません。ちゃんとお参りをします。稲荷神社は町の中にもたくさんあるので探してみてください。ビルの薬丁や道の角にもありますか？はい。小さな祠がたくさんあります。日本人の生活にとても近い神社です。明日、会社の近くを探してみます。きっと見つかりますよ。お参りすると仕事がうまくいくかもしれませんね。友達が縁結びの神社に行きたいと言っていました。縁結びですね。良い出会いや好きな人と一緒にいられるようにお祈りする神社です。恋愛の神様ですか？恋愛だけではありません。良い友達、良い仕事、良い人生のパートナーなど、すべての良いつながりのことです。恋愛だけではないのですね。それなら私も行きたいです。日本には有名な縁結びの神社がたくさんありますよ。島根県の出雲大社が一番有名です。出雲大社ですか？どんな神社ですか？一年に一回、日本中の神様が集まって誰と誰をつなぐか会議をする場所です。神様たちが会議をするんですか？面白いストーリーですね。はい。その会議の時期は出雲地方以外から神様がいなくなると言われています。他の場所には神様がいなくなるのですか？そうです。だからその月を他の場所では神の月と呼びます。出雲だけは神有月です。言葉の意味がわかりました。縁結びの神社には可愛いものが多いですか？はい。ハートの形をした絵馬があったり、ピンク色のお守りがあったりします。東京にも縁結びの神社はありますか？飯田橋にある東京大神宮が有名です。若い女性がたくさん行きますよ。そこではどんなおみくじがありますか？恋みくじという恋愛のアドバイスが詳しく書いてあるおみくじがあります。どんなことが書いてありますか？相手の星座や血液型、年齢のヒントなどが書いてあります。具体的で楽しそうですね。当たると思いますか？信じる人は当たると言いますね。引くだけでもワクワクしますよ。私は今、仕事の良いパートナーを見つけたいです。じゃあ、一緒にお参りに行きましょう。神様に良いご縁をお願いしてください。はい。心を込めて、二礼二拍手一礼をします。良い出会いがあると、毎日がもっと楽しくなりますからね。そうですね。今週末に行ってみたいです。いいですね。美味しいランチも一緒に食べましょ友達にも声をかけてみます。う。みんなで行くと賑やかで楽しいですね。7月の初めに街で笹の葉にカラフルな紙が飾ってあるのを見ました。
それは七夕ですね。日本の夏の伝統的な行事です。七夕は神道と関係がありますか？もともとは中国の星の物語ですが、日本の神道の文化と合わさりました。あのカラフルな紙は何ですか？短冊と言います。自分の願い事を書く紙です。どんな願い事を書きますか？昔は習い事が上達しますようにと書きましたが、今は何でもいいです。子供たちがたくさん書いていました。ええ。学校や駅、ショッピングモールにも飾られますね。お祭りが終わった後、あの笹の葉や短冊はどうしますか？多くの場合は神社に持って行って神職の人に清めて燃やしてもらいます。絵馬と同じですね。火で燃やして神様に届けるのですね。その通りです。ゴミ箱にそのまま捨ててはいけません。神聖な願い事ですからね。七夕の物語も教えてください。織姫と彦星という2人の神様が天の川の右と左に離されてしまいました。どうして話されてしまったのですか？2人が結婚した後、全然働かなくなってしまったからです。それはダメですね。怒られてしまったのですね。はい。でも、一生懸命働けば、1年に1回だけ会うことができます。それが7月7日ですか？そうです。だから、7月7日に雨が降ると、天の川が渡れないので、2人は会えません。悲しいですね。晴れるといいですね。はい。日本人は七夕の夜、空を見上げて星にお祈りをします。ロマンチックな文化だと思います。神社でも七夕のお祭りをするところがたくさんありますよ。ライトアップされたりしますか？はい。夜の神社にたくさんの短冊が飾られて、とても綺麗です。今年の7月7日は、私も短冊に願い事を書きます。いいですね。日本語で書いてみてください。もっと日本語が話せますようにと書きます。素晴らしい願い事です。きっと神様に届きますよ。日本の飲食店に行ったら、入り口の床に塩が盛ってありました。あれは盛り塩と言います。お清めのための文化です。お清めですか。どうして塩を使うのですか？神道では塩には悪いものをきれいにする強い力があると考えられています。悪いものが入らないように入り口に置くのですね。そうです。お客さんがたくさん来るようにというビジネスのおまじないでもあります。神道では、きれいにするということがとても大切ですか？はい。一番大切です。神道では、汚れを一番嫌います。汚れとは何ですか？汚いゴミのことですか？ゴミもそうですが、病気や悪い心、元気がなくなることも汚れと言います。心の汚れもきれいにしなければならないのですね。はい。だから日本人は毎日お風呂に入って体を洗います。これも一種のお清めです。毎日のシャワーやお風呂も神道の考え方と関係があるのですか？ええ。大昔、神様が海の水で体を洗ってきれいにしたストーリーがあります。それが今の日本の文化につながっているのですね。納得しました。年末の大掃除も同じです。家の中の汚れを全部なくして
新しい年の神様を迎えます。日本の人が掃除を一生懸命するのは神様のためでもあるのですね。そう思います。神社に行くときも手水屋で手と口を洗いましたよね。はい。あれもお清めですね。その通りです。神様の前に行くときは、まず自分をきれいにしなければいけません。日本の葬式に行った後、家に帰る前に塩を体に振ると聞きました。よく知っていますね。それも葬式の汚れを家に持ち込まないためのお清めです。塩には本当にいろいろな役割があるのですね。はい。日本の相撲の試合でも力士が土俵に塩を投げますよね。あ、テレビで見ました。あれも同じですか？はい。戦闘する場所を神聖で安全な場所にするために塩で清めています。塩を見る目が変わりました。とても深い意味がありますね。私たちの毎日の生活の中にも神道の心がたくさん隠れていますよ。家の掃除をもっと頑張ろうと思います。清潔な部屋には良い神様が来ますよ。日本のアニメで鼻が長くて顔が赤いキャラクターを見ました。それは天狗ですね。日本の有名な伝説の生き物です。天狗は妖怪ですか？それとも神様ですか？両方の側面があります。昔は山を支配する怖い神様だと信じられていました。山の神様ですか？どんな姿をしていますか？高い下駄を履いて、背中に羽があって空を飛ぶことができます。鳥のような羽があるのですね。手には何を持っていますか？大きなうちわを持っています。それで強い風を起こすことができます。強いパワーを持っていそうですね。天狗はどこに住んでいますか？深い山の中に住んでいます。だから山岳信仰という山の神道と関係が深いです。山岳信仰ですか？山を敬う文化ですね。昔、山の厳しい場所で修行をする人たちがいました。山伏と言います。山伏。山の中でトレーニングをする人ですね。そうです。その山伏たちのリーダーが天狗だとも言われていました。だから天狗は山伏と同じ服を着ているのですか？よく気づきましたね。その通りです。天狗の服は山伏の服です。天狗に会うことができる神社はありますか？東京の高尾山にある薬王院という場所には天狗の大きな像がたくさんありますよ。高尾山ですか？ハイキングで人気の山ですね。はい。あそこは昔から天狗の山だと言われています。天狗は人間にいたずらをしますか？悪いことをする天狗のストーリーもありますが、山を守ってくれる良い天狗もいます。人間が山を汚すと怒るかもしれませんね。ええ、きっと怒ります。だから山に入るときは感謝の気持ちを持たなければいけません。日本の山がきれいなのは天狗のおかげもあるかもしれません。そうですね。見えない神様や天狗を怖がることで自然を守ってきました。素晴らしい考え方だと思います。今度高尾山に行って天狗の像を見ます。ぜひ行ってみてください。とてもかっこいいですよ。山登りの準備をしっかりしていきます。安全第一で楽しんできてくださいね。近所で空き地にテントを建てて神主さんがお祈りをしていました。それは
地鎮祭ですね。新しい建物を建てるときに行う儀式です。地鎮祭ですか。何のためにやりますか？その土地にいる神様に、ここに新しい家を建てますと挨拶をするためです。土地の神様への挨拶ですか。日本らしいですね。はい。工事が安全に終わることと、その家がずっと安全であるようにお祈りします。誰が参加しますか？家のオーナーや工事をする会社のスタッフが参加します。テントの中には何がありますか？小さな祭壇があって、お酒やお米、海の魚や山の野菜がお供えしてあります。工事の前にそんな本格的なことをするのですね。ええ。普通の個人の家を建てるときも、多くの人が地鎮祭をしますよ。大きなビルや政府の建物を建てるときもやりますか？はい。どんなに大きなプロジェクトでも、日本の建築では必ず地鎮祭をやります。儀式の中で面白いアクションはありますか？草が生えている砂の山を作って、それをくわや鎌で切る真似をします。えい、えい、えいと大きな声を出すのを聞いたことがあります。それです。工事を始める合図のようなものです。神様に工事の許可をもらうのですね。はい。土地の神様を怒らせると、工事で事故が起きると信じられています。目に見えないものを大切にするビジネスの文化ですね。そうですね。安全第一のために神様の力を借ります。外国にはあまりない文化だと思います。かもしれませんね。日本人が土地をどう考えているかがよくわかります。自然から土地を少し借りるという気持ちですか？その通りです。人間が勝手に自分のものにしてはいけないという感覚ですね。今度地鎮祭を見かけたら、遠くから静かに見守ります。ええ。素晴らしい日本の文化の一つですから、ぜひ見てみてください。工事をする人たちの安全も大切ですね。はい。みんなで神様に祈る大切な時間です。日本全国には驚くような場所にある神社があるそうですね。はい。日本にはユニークなロケーションの神社がたくさんありますよ。例えば、どんな場所にありますか？広島の厳島神社は海の中にありますが、宮崎県には洞窟の中にある神社があります。洞窟の中ですか。それはミステリアスですね。何という神社ですか？宇土神宮と言います。大きな崖の洞窟の中に本殿があります。どうしてそんな場所に建てたのですか？そこが神様が生まれた特別な場所だという伝説があるからです。他にはどんな面白い場所がありますか？山口県には海の崖からたくさんの赤い鳥居が並んでいる神社があります。元の隅神社ですか？ SNS で写真を見たことがあります。そうです。青い海と緑の崖、そして赤い鳥居のコントラストが本当に綺麗です。絶景ですね。行くのが大変な神社もありますか？北海道には高い岩山のてっぺんにある神社があります。太田神社と言います。岩山のてっぺんですか？どうやって登りますか？急な階段の後、ロープを使って崖を登らなければなりません。日本で一番危険な神社です。それは命がけですね。
一般の人もお参りできますか？はい。でも、しっかり準備をしないと危ないです。ビルの上にある神社もあると聞きました。東京の銀座や新宿のデパートの屋上にも小さな神社がありますよ。デパートの屋上ですか？買い物中に行けますね。はい。都会の真ん中でも神様を大切にしています。湖の中に鳥居がある場所もありますよね。滋賀県の琵琶湖にある白髭神社や箱根の芦ノ湖の神社が有名です。水の上の鳥居は本当に神秘的で大好きです。日本人は美しい自然や厳しい自然がある場所に神様を感じて神社を建てました。だからユニークな場所にあるのですね。理由がよくわかりました。日本を旅行するときは、ぜひいろいろな神社を探してみてください。はい。普通の観光地ではない面白い神社を見つけたいです。きっと新しい日本の魅力が見つかりますよ。楽しい旅にしてくださいね。日本の古い神話について知りたいです。いいですね。日本の始まりの話をしましょう。最初は誰が日本を作りましたか？イザナギという男の神様とイザナミという女の神様です。二人の神様が作ったのですね。はい。天の神様が二人に国を作りなさいと言いました。それからどうしましたか？二人は天の橋の上に立ちました。そして大きな矛で海をかき混ぜました。海をかき混ぜるとどうなりますか？矛を引き上げたとき、矛の先から雫が落ちました。その雫が島になりましたか？そうです。それがおのころ島という最初の島になりました。面白いストーリーですね。二人はその島に降りて結婚しました。それから他の島も作りましたか？はい。二人はたくさんの島を生みました。それが今の日本列島です。淡路島や本州も二人が作ったのですね。そうです。島をたくさん作ったので、国生みと言います。島を作った後、何を生みましたか？自然の神様をたくさん生みました。山の神様や海の神様、風の神様などです。家の中の神様もその時に生まれましたか？はい。たくさんの神様が生まれて、日本がにぎやかになりました。イザナギとイザナミはとても大切な神様ですね。はい。日本のすべての土地と神様も親ですからね。神話の始まりがよくわかりました。次は太陽の神様が生まれる話をしましょう。太陽の神様ですか？楽しみです。日本の神話は不思議な話がたくさんありますよ。もっとたくさん勉強したいです。では、次のエピソードに行きましょう。太陽の神様はどのように生まれましたか？イザナギが川の水で体を洗った時に生まれました。体を洗った時に生まれたのですか？はい。左の目を洗った時にアマテラスという神様が生まれました。左の目から太陽の神様が生まれたのですね。そうです。アマテラスはとても美しくて光り輝いていました。だから太陽の神様なのですね。はい。イザナギはとても喜んでアマテラスに天の国を任せました。
右の目を洗った時は誰が生まれましたか？つくよみという月の神様が生まれました。目から太陽と月が生まれたのですね。すごい話です。最後に鼻を洗った時、スサノオという神様が生まれました。スサノオはどんな神様ですか？海を任されたとても力が強い神様です。でも少し暴れん坊でした。暴れん坊ですか？大変ですね。はい。スサノオは毎日泣いたり怒ったりして周りを困らせました。どうしてスサノオは泣いていたのですか？お母さんに会いたいと言って仕事をしませんでした。力が強いのに子供みたいですね。そうですね。だからイザナギは怒ってスサノオを追放しました。スサノオはどこへ行きましたか？お姉さんのアマテラスがいる天の国へ行きました。天の国で何が起きましたか？スサノオは天の国でも大暴れをしました。アマテラスは困りませんでしたか？とても困りました。そして大変な事件が起きます。どんな事件ですか？教えてください。次は世界が真っ暗になるお話です。世界が真っ暗に。それは怖いですね。でもとても有名で面白いストーリーですよ。アマテラスが洞窟に隠れたお話を聞きたいです。はい。スサノオが天の国で乱暴なことをたくさんしましたね。はい。アマテラスは怒りましたか？怒ったというより、とても悲しんで怖くなりました。そしてどこかへ行ってしまいましたか？ええ。天の岩戸という大きな岩の洞窟に隠れてしまいました。太陽の神様が隠れるとどうなりますか？世界が完全に真っ暗になりました。昼がなくなりました。世界中の人が困りますね。人間だけでなく、たくさんの神様たちも大混乱になりました。悪いものもたくさん出てきそうです。その通りです。悪いお化けや病気がたくさん発生しました。神様たちはどうしましたか？洞窟の前に何百万もの神様が集まって会議をしました。アマテラスを外に出すための会議ですね。はい。無理に引っ張るのではなく、お祭りをしようと決めました。お祭りですか。楽しそうですね。神様たちは洞窟の前で大きな鏡や玉を飾りました。歌を歌ったり、踊ったりしましたか？はい。雨のうずめという女の神様がとても面白いダンスを踊りました。周りの神様たちはどうしましたか？みんな大笑いしました。拍手をしてお祭りは大盛り上がりでした。洞窟の中のアマテラスはどう思いましたか？外がとても賑やかですから、どうして私がいないのにみんな楽しそうなのと思いました。少し気になりますね。はい。アマテラスは洞窟の岩を少しだけ開けて外を見ました。チャンスですね。その時、近くにいた力の強い神様が岩を全部開けました。よかったです。アマテラスが外に出ましたね。はい。世界にまた明るい光が戻ってきました。みんなで協力して解決したのですね。素晴らしい話です。
このお話が日本のお祭りのルーツだと言われています。天の国を追い出されたスサノオは、その後どうなりましたか？スサノオは地上の出雲という場所におりました。出雲ですね。そこで何をしましたか？川の近くを歩いているとき、泣いているおじいさんとおばあさん、そして美しい女の子に会いました。どうして泣いていたのですか？ヤマタノオロチという恐ろしい怪物が来るからです。ヤマタノオロチ。それはどんな怪物ですか？頭が8つ、尻尾が8つあるとても巨大な蛇です。目は真っ赤です。頭が8つもあるのですか？とても怖いですね。はい。その蛇は毎年女の子を食べに来ます。今年は最後の女の子が食べられます。その女の子の名前は何ですか？クシナダ姫と言います。スサノオは彼女を助けたいと思いました。スサノオはヤマタノオロチと戦いましたか？はい。でも、ただ戦うのではありません。作戦を立てました。どんな作戦ですか？強いお酒をたくさん用意しました。そして、8つの門の前に置きました。蛇にお酒を飲ませるのですね。そうです。ヤマタノオロチがやってきて、8つの頭で全部のお酒を飲みました。蛇はお酒が好きだったのですか？はい。全部飲んで酔っ払って寝てしまいました。今がチャンスですね。スサノオは剣を抜いて寝ているヤマタノオロチを細かく切りました。勝ちましたね。スサノオはヒーローです。はい。その時、蛇の尻尾から立派な剣が出てきました。蛇の体から剣が出たのですか？不思議です。その剣は、後に日本の特別な宝物になります。スサノオはその後、クシナダ姫と結婚しましたか？はい。出雲に美しい宮殿を建てて幸せに暮らしました。暴れん坊のスサノオが立派な神様になりましたね。ええ。地上の世界を守る強い神様になりました。稲葉の白うさぎというお話を聞いたことがあります。有名な神話ですね。大国主という神様が登場します。大国主はどんな神様ですか？スサノオの子孫で、とても優しい心の神様です。うさぎとどこで出会いましたか？稲葉の海岸です。大国主にはたくさんの兄弟がいました。兄弟たちと一緒に歩いていたのですね。兄弟たちはみんな、きれいな八神姫というお姫様と結婚したかったです。大国主も一緒ですか？大国主は、兄弟たちの重い荷物を全部持たされて、一番後ろを歩いていました。それは大変ですね。うさぎはどうしていましたか？海岸で皮をむかれて裸になって泣いていました。どうしてそんなことになったのですか？海を渡るためにサメを騙したからです。サメに怒られて皮をまかれました。ウサギも悪いことをしたのですね。はい。最初に通りかかった意地悪な兄弟たちは、海の水で体を洗って風に当たるといいよと言いました。
それをやるとどうなりますか？塩水ですから、体がもっと痛くなって皮が破れてしまいました。ひどい嘘ですね。うさぎがかわいそうです。その後、荷物を持った大国主が来ました。大国主は何と言いましたか？すぐに川のきれいな水で体を洗いなさい。そして、川の柔らかい花の上に寝るといいよ、と教えました。優しいですね。うさぎの体は治りましたか？はい。すぐに白い毛が元通りに生えました。うさぎは喜びましたか？とても喜びました。そして、優しいあなたがお姫様と結婚します、と予言しました。予言は当たりましたか？はい。お姫様は大国主を選びました。優しい人が選ばれてよかったです。大国主はその後、出雲の国を立派に作っていきます。大国主は出雲の国を大きくしましたね。はい。大国主は地上の国をとても平和で豊かな国にしました。ずっと大国主の国でしたか？いいえ。ある日、天の国のアマテラスが、地上の国は私の子孫が治めるべきだと言いました。アマテラスが国を返してほしいと言ったのですか？そうです。天の国からたくさんの強い神様が出雲に送られました。戦争になりましたか？最初の神様たちは大国主と友達になってしまって天の国に帰りませんでした。大国主は人気がありますからね。ええ。最後に竹三和地というとても強い武神が来ました。その神様は大国主と戦いましたか？大国主の息子と力比べをしました。これが日本の相撲の始まりだと言われています。相撲のルーツがここにもあるのですね。はい。竹三和地が勝ったので、大国主は国を天の神様に渡すことに決めました。国を挙げるのは寂しくなかったですか？大国主は一つだけ条件を出しました。私のために天の国に届くくらい大きな宮殿を建ててください、と言いました。大きな宮殿。それはどこですか？それが今の出雲大社です。昔の出雲大社は本当に高くて大きな建物でした。だから今でも出雲大社は有名なのですね。はい。国を譲ったので、国譲りの神話と言います。大国主はその後どうなりましたか？目に見えない世界、つまり人々の縁や運をコントロールする神様になりました。だから出雲大社は縁結びの神社なのですね。その通りです。政治のリーダーから心の守り神になりました。素晴らしい歴史ですね。では、次は天の神様が地上に降りてくる話をしましょう。大国主から国をもらった天の神様はどうしましたか？アマテラスの孫のニニギノミコトが天から地上に降りることになりました。アマテラスの孫が地上に行くのですね。はい。アマテラスはニニギノミコトにお米の稲穂と3つの宝物を渡しました。3つの宝物については後で詳しく聞きたいです。ニニギノミコトは日本のどこに降りましたか？
九州の高千穂という山のてっぺんです。高千穂ですね。天から降りることを何と言いますか？天孫降臨と言います。天照の孫が降りてくるという意味です。降りるとき、道は分かりましたか？途中の道にとても体が大きくて目が光っている怪しい神様が立っていました。敵ですか？怖いですね。いいえ、猿田彦という地上の神様です。ニニギノミコトの道案内をするために待っていました。案内人がいたのですね。よかったです。猿田彦の案内でニニギノミコトは無事に高千穂に着きました。着いた後、何をしましたか？そこに立派な宮殿を建てて、天照からもらったお米を日本中に広めました。だから日本人はお米をたくさん食べるのですね。そうです。日本の農業とお米の文化はこの神様から始まりました。ニニギノミコトは地上で結婚しましたか？はい。この花咲夜姫という桜のように美しい山の神様の娘と結婚しました。綺麗な名前ですね。このニニギノミコトの子孫が後に日本の最初の天皇になります。神様から天皇につながっていくのですね。はい。日本の天皇家がとても長い歴史を持っている理由は、この神話があるからです。神話と今の日本がつながっていて面白いです。宮崎県には今でもこの天孫降臨の舞台がたくさん残っていますよ。ニニギノミコトの子孫のお話を聞きたいです。ニニギノミコトの子供に海幸彦と山幸彦という兄弟がいました。海の幸と山の幸ですね。はい。お兄さんの海幸彦は海で魚を取るのが得意でした。弟の山幸彦はどうですか？弟の山幸彦は山で動物を狩るのが得意でした。二人は自分の仕事が好きでしたか？はい。でもある日、山幸彦が道具を交換して遊ぼうと言いました。楽しそうですね。交換しましたか？お兄さんは嫌がりましたが、1回だけ交換しました。でも山幸彦は魚が全然取れませんでした。得意な仕事ではありませんからね。それだけではありません。お兄さんの大切な釣り針を海の中でなくしてしまいました。それは大変です。お兄さんは怒りましたか？とても怒りました。俺の釣り針を返せと言って許してくれませんでした。山幸彦はどうしましたか？自分の剣を壊してたくさんの釣り針を作りましたが、お兄さんはあの釣り針じゃなきゃダメだと言いました。困りましたね。山幸彦が海辺で泣いていると、海の老人に出会いました。老人は海の神様の宮殿に行きなさいと言いました。海の宮殿、竜宮城みたいですね。そうです。これが浦島太郎のモデルです。山幸彦は海の宮殿へ行きました。そこで釣り針は見つかりましたか？海の神様の娘と結婚して3年楽しく暮らした後、海の神様が釣り針を探してくれました。よかったです。なくした釣り針が見つかったのですね。はい。海の神様は山幸彦に水をコントロールする不思議な玉もくれました。その玉で何ができますか？水を出して溺れさせたり、
水を引かせたりできます。地上に戻った山幸彦は、これを使って意地悪なお兄さんを降伏させました。兄弟の喧嘩が終わってよかったです。はい。この山幸彦の孫が日本の最初の天皇である神武天皇になります。アマテラスがニニギノミコトに渡した3つの宝物について教えてください。それは三種の神器と言います。今でも天皇のシンボルであるとても大切な宝物です。どんな宝物ですか？鏡と剣と玉です。最初の鏡はどんな鏡ですか？八田の鏡と言います。アマテラスが雨の岩戸に隠れたとき、外に出すために作った鏡です。真っ暗になった時のお祭りで作った鏡ですね。そうです。アマテラスの魂が入っていると言われています。今は伊勢神宮にあります。2つ目の剣は何ですか？天の村雲の剣と言います。スサノオがヤマタノオロチを倒したとき、蛇の尻尾から出てきた剣です。巨大な蛇から出た剣ですね。どこにありますか？名古屋の熱田神宮にあると言われています。とても強い力を持っています。3つ目の玉は何ですか？ヤシャカニの勾玉と言います。緑色のきれいな曲がった形をした石です。これも天の岩戸のお祭りの時に作られました。勾玉ですね。日本の古いアクセサリーの形です。はい。これは東京の皇居の中に今もあります。この3つの宝物は普通の人が見ることはできますか？いいえ、絶対にできません。箱の中に入っていて、天皇も見ることはできません。天皇も見ることができないのですか？とてもミステリアスです。はい。日本の映画やアニメにも、この3種の神器はよく出てきますよ。見たことがあります。神話の宝物が今もあるなんてすごいです。そうですね。2000年以上、ずっと大切に守られてきた宝物です。日本の歴史の長さを感じます。神社の参拝に行くときは、この宝物の話を思い出すと面白いですよ。今回聞いた神話の舞台に私も行くことができますか？はい、もちろん行けます。日本には神話の場所がたくさん残っています。一番おすすめの場所はどこですか？島根県の出雲地方と宮崎県の高千穂地方です。出雲には何がありますか？出雲大社があります。大国主が国を譲った時に建てられた神社ですね。ヤマタノオロチの場所も近くですか？スサノオが櫛灘姫と出会った川や結婚して建てた神社が出雲にあります。うさぎの海岸もありますか？はい。稲佐の浜という美しい海岸があります。国譲りの会議もその海岸で行われました。宮崎県の高千穂には何がありますか？ニニギノミコトが天から降りてきた高千穂があります。山の上の景色は素晴らしいですよ。アマテラスが隠れた天の岩戸もありますか？はい。天の岩戸神社があります。本物の洞窟を川の向こう側から見ることができます。神様たちが会議をした河原もありますか？天の安河原という場所です。洞窟の中にたくさんの石が積まれていて、とても神秘的な空気です。アニメの世界みたいですね。本当にそうですよ。
行くだけで神話の世界に入った気持ちになります。旅行の計画を立てたくなりました。ぜひ行ってみてください。日本の文化のルーツがすべてそこにあります。神道の勉強をして、日本のことがもっと好きになりました。それは嬉しいです。神話を知ると、日本の観光が10倍楽しくなりますよ。たくさん教えてくれてありがとうございました。どういたしまして。楽しい日本の旅をしてくださいね。レベル